しました。それではただいまからスティーブン・スピルバーグ監督、そしてアンプリンのキャサリン・ケネディさん、フランク・マーシャルさん、来日記者会見を始めさせていただきたいと思います。9月13日にカラーパープルが全国でロードショー公開されました。もう一回ヒット中でございますが、皆様もう多分ご覧になっていらっしゃると思いますけれども、スピルバーグ監督が新しい旅立ちを目指したというふうに言われておりますカラーパープル、とても感動的な人間ドラマでございますけれども、この作品につきまして、あるいはこれまでの作品につきまして、あるいは今後の活動についてめったにないチャンスでございます。2度目の来日を果たされましたスピルバーグ監督、そしてフランク・マーシャルさんとキャサリン・ケネディさん、ぜひいろいろなご質問を活発にお願い申し上げたいと思います。でなお、この記者会見はワーナー映画がこのカラーパープルのためにセッティングしたというニュアンスもございますので、カラーパープルに関する質問の方からまずお願い申し上げたいと思います。どうぞ挙手をしていただきましてご質問いただきますようにお願いいたします。その前にまず戸田さん、お一人ずつですね、ご挨拶をお願いしようと思いますが。まずそれではスピルバーグ監督からお願いいたします。It's very nice to be here. I haven't been in Japan since 1982 when I was here when E.T. first opened. 日本は82年 E.T. が振り合った時以来でございます。And the only reason I've stayed away so long is I've been so busy making all these movies that you've been seeing for the last 4 years. なぜ来れなかったと申しますと、皆様この4年間見てらっしゃる私の次から次へ作り出す映画を作っての忙しくて来れなかったわけでございます。And next time I come, I want to bring my wife and my new son Max, who's 16 months old. I think he'll love it here. で次はぜひ私の家内とですね、マックスという息子さん、6ヶ月だそうでございますけども、ぜひ連れて行きたいと思います。Thank you very much. では続きましてキャサリン・ケネディさんにご挨拶をお願いしたいと思います。I'd just like to say that this is quite amazing to have this big of a turnout. とにかくこんなにたくさん来てくださる大変びっくりしております。It makes us feel very grateful, and we love the fact that you seem to like the movies we make. で本当に今日来ていただいたことに感謝するとともに、私たちが作ります映画を非常によく援助していただきまして本当に非常に感謝したいと思います。最後にフランク・マーシャルさんにご挨拶をお願いします。I too am very honored to be here and have such a great turnout. It's quite extraordinary to have this kind of feeling and enjoy this kind of press gathering for our movie, and it is very nice to be here this is our second trip to Japan. It was never long enough, and we hope that we can stay some more and come back and visit another time. 今日ここに来れたこと非常に名誉に思っております。そして私たちの映画のためにこんなに多くの方が集まっていただきました。本当に特別なフィーリングというものを持つわけでございます。で私は今回2回目でございますけど、いつもその滞在が十分に長くない、いつももっと長いなというふうに思いつつ帰ってしまうので、だから長いゆっくりと来れる機会を待っておりますということです。ありがとうございました。それではただいまから質疑応答の方に移らせていただきたいと思います。どうぞ活発にご質問をお願いしたいと思いますが、手をお挙げくださればそちらの方で。はい、どうぞ。じゃあ最初に質問させていただきます。スピルバーグさんはいろいろとこれまで作品作っておられたんですが、今回のカラーパープルの、占める位置といいますか、その辺のことを。Well, The Color Purple is, I think, the first movie I've made without using what works underwater or what is out in outer space as a sort of handle
to tell a story. I think it's the first time I've made a movie that is just about people, how much they love each other, how much they don't understand each other, and how much they need each other. これは私の映画の経歴の中で、つまり、海中とか宇宙とかそういうところにそのストーリーを物語る、手がかりを求めず人々というものを正面から取り組んで描いた最初の映画でございます。で、愛、人々の愛、それからお互いにいかに理解をしていないかということ、またそれからそれで人がお互いにいかにニーズ、必要とし合っているかということを描いた映画でございます。今の質問に関係したんですけども、これまで割とさまざまなタイプの映画を作ってこられたと思うんです。で、成功させてきましたけれども、例えば次の3つタイプに分けるとですね、一番最初に例えばジョーズのタイプで、インディ・ジョーンズのタイプ、そしてこのカラーパープルと分けるとするならば、ご自分で一番気に入ってらっしゃるのはどれですか？ Well, I think the film that I'm always most comfortable with is the last film I've made, because it's the closest to my experience, the closest to my memory, and it's always the favorite. I always find that the film I've just finished is my favorite film. But there are several categories of films I've been making, and I'm interested in making more films like Color Purple, only because these are films that challenge me. These are the kinds of films I haven't made before, and they're very challenging for me. Other American filmmakers, a film like Color Purple wouldn't be that challenging because they've made films like that before. But those filmmakers also haven't made Jaws or Indiana Jones, and that might be unfamiliar for them. And I like to explore movies about characterization and movies about people in need, and then get back to the stars. で私が一番なんて言いますか、自分に身近に感じられますのは、いつも最後に作った作品でございます。で、一番最後に作りましたのは、私にとって経験も身近なものですし、記憶も新しいので、いつも自分にとっては一番身近に感じられるのは最後の作品でございます。しかしカラーパープルは、私しかし今でも、これ今後はでもいろいろ他の映画も撮りますけれども、カラーパープルのような作品は私にとって非常にチャレンジングであるというんです。で、他の監督にとってはこういう映画を作りたい方には、こういう映画は別にそう目新しくなく、むしろジョーズとかインディ・ジョーンズなんかが他の監督には、非常に珍しい映画です。私の立場は反対だったわけでございまして、私は非常に人物を描く、そしてまた人々のニーズ、必要というのを描く、こうして自分にとって珍しいものを一応やって、その後また星の世界に戻るかもしれません。The Academy Awards, you were nominated for Best Director for Color Purple, and then they were surprised again when the movie didn't win the award it was nominated for. Some people said this is because you're an outsider of the Hollywood community that does all this kind of awards. I wonder what's your comment about that. 今のご質問は、カラーパープルでアカデミーの監督賞にノミネートされます。それ非常に驚いたことがございますけれども、再び驚いたのはそれが全部外れてしまったということで、あなたはそのハリウッドでアウトサイダーと言われているので、それがそういうことの原因でしょうか。あなたはそのことに対してどういうコメントがあるかということです。Well, I think that over the 56 some odd years of history with the Academy Awards, there have been plenty of surprises. This certainly was not the first surprise. And I was actually not that surprised, but it was a period of time when the film was a little bit enveloped by controversy from groups of people, small groups of people who felt that perhaps the film didn't treat men fairly, and other people felt perhaps the film didn't treat women fairly, and it was I think caught up in a kind of controversy, but I really don't feel in the long run that really had anything to do with it at all. I think the Academy voters voted their consciences, and I have absolutely no, negative feelings about the Academy Awards or this experience, and I will continue to make films, and if I'm nominated again, I'll go to the awards, and if I win, I'll give a great speech. アカデミー賞は半世紀の歴史がございますけれども、いわゆるサプライズ、驚いた結果というのは何も今回初めてでございますので、別にそのことを言ったということはないと思います。
また私自身は撮らないことで別にそれほど驚きませんでした。と申しますのは、この映画がたまたま、少数の一部のグループでございますけど、その人たちがこの映画を見て、男の描き方が、非常にフェアでないとか、女性の描き方がフェアでないとか、そういうことの一つの議論の、その焦点になってしまいまして、そのことが、ちょっと足を引っ張ったといいますか、そういうことになってしまった。しかし私はアカデミー賞というのは、いわゆるアカデミーの会員たちは良心を持って今後もいわゆる投票すると思いますし、それからネガティブなものということは一切感じておりません、そのアカデミー賞に関しまして。今後も私はその映画を作っていきまして、ノミネートされたらもちろんアカデミー賞になりますし、素晴らしいスピーチをするつもりでございます。それでは次の質問をお受けしたいと思います。はい。初めてそのジョージア州で花を見たことですか？Well, I don't know, Kathy, what's the name of the flower? Let me tell you one quick story. I've never told this story before, maybe I shouldn't tell it, but I will. The art director's name is Michael Reba. He's a very talented man. And he planted 15-20 acres of flowers because on the seeds, on the seed package, the flowers were purple. But about 3 months later, when the flowers came up, they were pink. They were exactly this color. So I had to go to the laboratory at Deluxe Labs, and I had to ask them, can you do something with the color of the scene to make pink turn purple? And they did something with the color of the scene, and the pink became purple. Really? Yeah. So you replanted? Oh yeah, we planted 20 acres of flowers, but they were the wrong color. これは今まで話して、どこでも話してないことで、種明かすんで言っちゃいけないかもしれませんけどっていう前置きでお話しいただきました。アートディレクターのマイク・リーバーという方がですね、15エーカーから20エーカーという広い地域に、この花の映画のために種を買って植えたわけでございます。でその種の袋がございます。あれにパープル、紫の花が咲くというので植えましたところはですね、3ヶ月経って出てきた花が全部ピンクだった。そのカーネーションからピンクだったと。それで困りまして、ラボラトリー、いわゆる研究に行きまして、なんとかちょっとやって、そのピンクの種をですね、紫の花が咲くように改造してもらって、植え直して、この花を作ったということでございます。これは各種、裏話でございます。世界の本の成績です。I don't know. I don't know. I don't know. It's very good. It's excellent. Everywhere. It's doing very well, but it hasn't opened up. Yeah, it's opening up like in America. We only opened up in several hundred theaters. And then we very slowly added more and more theaters, which helped the film succeed in America because this is not like E.T. or Star Wars where the concept is so strong people go the first day. The film it needed word of mouth. It needed people telling their friends that it was a good experience to make perhaps should see the movie too. And we've taken the same approach in Europe and in Japan. Matter of fact, this weekend it goes live for the first time in all the different cities and provinces. みんなヒットしていることは確実なんでございますけど、数字がちょっとわからないと。で、これは英国でもですね、E.T. とかスター・ウォーズみたいに非常にコンセプトが強くて、みんながそのに口かけるという映画でございませんので、これ非常に口コミで、いい映画だったよって君見てくださいという、そういう口コミの聞く映画でございますので、アメリカでも最初は数百巻、それがだんだん拡大してきて、そういう候補を取っております。それからヨーロッパでもそういった徐々に口コミで広げていくという候補を取っていますが、日本でも現に、もうじきまた広がってきていますけれども、そういうふうなで徐々にまだオープンしてございますので、まだ数字が出ていないと。
ファンとしては、スピルバーグ監督のウエスタンを大丈夫だから、それと計画なんです。今後の計画ということになりますけれども。When I was about 5 years old, I was thrown off a horse, and I've hated horses. I would make a western and people could ride cows or sheep or chickens, but I have a very bad time around horses. On Color Purple, I tried to ride a horse to overcome my fear of horses, and I threw my back out, and so I've had very bad luck with horses. I didn't fall again, I just threw my back out. Because horses don't just move up and down, they go like this, like this. It's very irregular. But I love the Western. And the kind of Western I love are Westerns like Shane and Red River, and Westerns, Westerns like Stagecoach and High Noon. And years ago, decades ago, the Western was another way of telling an adult story. And the West was just the setting the story took place in. It could have been any setting because the stories were so good. George Lucas, I think, effectively found a new way of telling the Western story through Star Wars, Empire Strikes Back, and Return of the Jedi. And now with Star Trek and other films about space, in America in any case, and I think certainly in Japan, the second largest market in the world for motion pictures, the movies about outer space and adventures in space have effectively replaced the Western, but I share your dream for the Western to come back. I'm just not sure if I'm the right filmmaker to do it. 私は5歳の時に落語をいたしまして、そういう経験のために非常に馬が嫌いでございまして、もし、牛とか、羊とか鶏に乗ってできる生物があるなら取る気がすると。しかし、馬がとても、非常に悪い経験があるということです。で今度カラーパークルの時の馬がございまして、私はそういう馬の恐怖心を取り払おうと思いまして乗ったんでございますけども、非常に馬がちゃんと非常にしっかり自分の体で保てずにこっち行ったらあっち行ったら結局うまく乗りこなせなくて馬がどうも苦手だという馬に対するそういったものの経験があるのでどうも生物で自分ではちょっと、そういう障害があると。しかし私は西部劇は大変好きでございまして、好きなタイプの西部劇は例えばシェーンとか赤い川、それからマヒルのケット、それからもちろん駅馬車とか辺の映画が西部劇大好きでございます。で西部劇といいますのは本当に西部というその場所を借りて素晴らしい物語を物語という一つの設定でございまして非常にうまく使われた一つの映画作りの分野だと思います。そういう意味でジョージ・ルーカスはいわゆるスター・ウォーズシリーズで宇宙を舞台にして結局西部劇のような素晴らしいいい物語を作ったと私と同じようなものだというふうに感じております。でああいったものは日本でももちろん当たっているわけでございましてスター・ウォーズ、スター・トレックと手のものですね。我々は全ての変形的な彼のご意見でございます。しかし昔のいわゆる本当の性的に私非常に夢がございましてでも自分で作るというのはちょっとやっぱりそういう不向きな監督ではないかと思っていらっしゃいます。ちょっと期待薄のようですね。どうぞ。スピルバーグさんもフランク・マーシャルさんもそれからケネディさんも3人でプロデュース今までもプロデュースなさってそれでこの3人のその役割といいますかどういうふうにやっておられるかそれでスピルバーグさんは監督もなさっているわけでそういうどういうふうになさっていらっしゃるかということそれから今回はカラーパークではケンシー・ジョーンさんも4人でプロデュースもなさっていらっしゃるので今回の映画についても彼とどういうふうなコミュニケーションかというのをなさっていただいたのと。He said yes. He said yes. Actually, sometimes you say yes and I say no. And sometimes I say no and you say yes.
But I'm very lucky because I've got two great producers who really do all the hard work, and they make directing easy for me, because directing itself is hard enough. And if I had to do all this work and then direct, I would have been dead 4 years ago. So they work together in making my life very easy, so I don't have to worry about anything but coming to work in the morning and directing the scenes and being very well prepared. And they've helped me build the ship, and they run the engine room, and I steer it. Sometimes they steer it. 私はこういうふうに非常に2人のですね、とてもよく働いてくださるプロデューサーが身近にいる方とラッキーだと思います。で、そのために私のディレクター、いわゆる監督としての仕事がとってもやりやすいわけでございまして、もしこの2人がいなかったら私はとっくの昔死んでいると思います。つまり監督してプロデュースとても大変でございますので、私はこの2人のおかげで監督に専念できると。で、朝そのセットに行って、そこでもちゃんと準備ができていて、自分が監督さえすればいいと、そういう体制をちょっと整えてくださると。で、つまり言うなれば彼ら2人が船を作り、エンジンルームを操作して、私はただその舵を取るだけで、時々彼らと舵を取ることもあると今おっしゃいましたけども、そういう体制になっている。Sometimes we all get seasick too. Yeah, Quincy arrived first before we became involved in the project, so he was already on the film, or not with us. There was no film, but he was part of the book. The movie comes from, based on Alice Walker's Pulitzer Prize-winning novel. And so, and I've known Quincy for years, and we were all very happy to work with him. Quincy never produced before, so he really was like a student. He just was there with his ears open, with his eyes open, and he learned. He took it all in and he learned. But his big contribution came when the film was finished and production was completed. Quincy arranged and organized and produced the music, which I think is some of the best music I've ever been fortunate enough to have in a film. 彼は映画がつまりもう映画がスタートする前にもアリス・ウォーカーのピュリッツ・プライズの本の段階からもう音楽を作り出していらっしゃったわけで、私たち前にこの映画に実際にもう関わっていたわけでございます。でもちろん彼とは何年も個人的には親しくしておりまして、いつか一緒に映画を作りたいというそういう希望がございました。でもしかし彼にとりましてはこの映画のプロデュースの初めての仕事でございまして、本当に目を開け耳を開けてそのプロデューサーの仕事を学ぶというそういうふうに彼はお仕事をなさっていらっしゃいました。で、彼の一番そのコントリビューション貢献というのはそのいわゆる、本当に映画をつける、撮影が終わって映画をつける段階で素晴らしい音楽を作るんだって、彼の音楽がなければこの映画はこれほどならなかったというふうに思っています。よろしいですか。はい。Mr. Spielberg, you were speaking earlier on about doing more movies about characterization of people in need, and then you were saying you would do that before you went, quote, back off to the stars again. Do you think there's any way of putting the two together? さっきですね、お答えの中で、彼は一応今のところその人間というか人間のそのニードというものを描き、それから星の方に戻るとおっしゃいましたけど、それを一緒にやることで可能ではないかというのが今のご質問です。I think I did put it together once when I made E.T., which I thought was a good marriage between the wonders of space and the promise of space and a very personal story about children in need of a daddy and in need of love and finding love where they can find love and doing with it what they must. But I'm very interested indeed in continuing to make films that are generally felt to be entertaining films. And my trick now is how can I satisfy myself as a growing filmmaker, hopefully always growing. How can I satisfy myself and make pictures of a little more of an adult interpersonal, of an adult interpersonal nature, and still, which would satisfy me right now in my life, and still be able to satisfy millions of people who have come to expect a certain kind of movie from me. So that's been my problem recently. My problem. いわゆる人間が描くこととそれからその非常に宇宙的なものを、の結婚というのは E.T. ですごくうまく自分はできていたと思います。あれは、そのいわゆるスペースのその約束というプロミスといいますかその素晴らしさとプラス
非常にその人間的なその、パパを欲しがる息子、また愛を欲しがる、子供というものを、非常にうまくマリンジさせた、映画だったと思います。で私は根本的に映画というのはエンターテイニングであるべき、それはいつも変わらぬ基本の姿勢でございます。で私は映画監督としても今グローイング成長しているわけでございまして、今その自分が成長していく過程にあるフィルムメーカーとして何が自分を満足させるかという、そういうところの素材を見つけているわけでございます。でそれはやっぱり今のところは人間、少し大人のものを題材といたしました人間関係を使った映画、そして自分を満足させる、またスピルバーグの映画を見てくださるお客様を満足させる映画、それを作る非常に難しいことでございますけれども、その辺を今自分は、目的としてやっている。はい、どうぞ。4年前にインタビューさせていただいたときに、D.W. グリフィス監督の影響の話をちょっと出たんですけども、その時にスピルバーグさんは3本の作品を挙げられて、国民の情勢とイントランスに2代目に並んで、嵐の孤児を挙げてられたんですけども、それが強烈に記憶に残ったんですが、今度カラーパープルを拝見して、非常に嵐の孤児への愛着というものが強く感じられたんです。それはご本人はかなり意識してそうなさったんですかね。Well, not conscious to the point that I actually drew a parallel between Orphans of the Storm and Color Purple when I first read the book and when I first made the movie. But it's a very rational, observation on your part. It's very interesting one too. またもちろんこれ意識してですね、その作る段階で嵐の孤児ですか、それを意識したいわゆる平行にしようというそういう考えはございませんでしたけれども、そういうふうな、見方をなさるのは非常に技術的であるし、また非常に面白い見方だと思います。はい。今回の中国の前半にいらっしゃるはい。それはですね、もうちょっと待っていただいて、もう少し時間行ってからということにさせていただきたいと思いますが、多分そういうご質問が出るだろうということは予想してございますので、もうちょっとカラーパープルの方に集中させていただきます。いかがでしょうか。後でやるということですか。そうです。はい。はい。Well, I'm happy to answer the question very quickly. 非常に早く答えますよと言ってますけど。I'm here looking for several Japanese actors for a film we are all making next called Empire of the Sun. It was booked by J.G. Miller. ですね、非常に手短に申しますと、エンパイア・オブ・サンという新作、我々が作りますエンパイア・オブ・サンという、メリックという方の書いた原作のその本のキャスティング、日本人の俳優を、見つけるために来ていらっしゃる。それからこれはよろしいですか。はい、もう行っちゃいましょう。That's my next film. That's my next film. それはじゃあ中国にはいらっしゃらない。その中国に行って撮影する。じゃあ日本人の俳優を探す人は中国であれば日本で。Is there anything wrong with that? そうですね。そういうことだ。No, because it takes place during the war. So it takes place in Shanghai during the war. 上海戦時中の上海が舞台になっている映画です。大変興味あるお答えが返ってまいりまして、エンパイア・オブ・ザ・サンというタイトルが分かりまして、日本人の俳優を探していらっしゃると、しかも上海が舞台であるというここまで分かりましたですね。でもう一つオリジナル化
脚本ものかっていうのを聞きたい。はい、オリジナルか、脚本ものかという、脚色もの。脚色ものかという。あ、脚色って原作ものかっていう、ごめんなさい。原作ものか、原作ものかという。バロ。He's a science fiction writer, but this is his first non-science fiction novel. It's based on his life. It's based on what happened to him. SF 作家ですけど、これ SF でございまして、自分のことを書いた。He was 12 years old at the time. 12歳の時のことを体験を書いています。その作品が監督としての理解とかですか？ Yes, right. 今で退院したら明日中国に一応行って、それまた戻ってらっしゃる。それからHow long have you stayed? また非常に短いということで。I have to get under my kid. 彼はお子様のことが気になって、彼はもう帰らないで、このままもう。I used to love to travel, and I travel all over the world, and I spend a lot of time away from Los Angeles. Now, with my son, it's very hard to be away. 私は昔旅行が好きで、世界中旅にもうどんどん旅したんですけど、どうしても最近は息子がロサンゼルスにいますので、どうしてもそちらに引きつけられて、旅行ができなくなってしまっている。私たちは日本のドレスを見てたので、着るものがとても気に入りまして、ゆっくりと買い出してお買い物になったり。はい、どうぞ。今12歳の男の子が主人公だというのを聞いたんですけども、グーニーズとかそれからインディ・ジョーンズに出た子いましたよね。名前ちょっと忘れちゃったんですけど、彼もちょっとどっちかというと日本人っぽく見えるでしょ。彼はどうなのかなと思って、監督さんの心の中に何パーセントぐらい存在ですか？つまりこの映画に次の映画に作る。すみません、カラーパープルですが。そういう質問ですね。キーを使うかということですか？使うとどうなるかって。Actually, he's too old now. And he's doing an American television series. Yes, and oh yes, and in Empire of the Sun, the boy is British. But believe me, Keith once a week comes to my office and says, "What part do you have for me next?" キー君はですね、毎週今でも週に一度は顔を見せましてオフィスに僕の役ないって聞きに来るそうでございます。日本人の俳優でそんな方は。Yes, it's very good. Well, as you all know, the Japanese actors are so wonderful, and it's impossible to choose because they're all so good. ご存知のように日本の俳優ともいい方がたくさんいまして、選択肢に困っちゃうぐらいいい方がたくさんいました。Oh, I can't divulge that right now. All the Asians will get mad at me. 名前は持ってませんけれども。男性とか女性とか。Narrow this down, right? Narrow this down. 一人ですか？何？質問の仕方が巧妙になってます。No, we're looking for many. はい、どうぞ。その女性の。カラーパープルはアメリカで白人の監督が黒人の話を取ったということで黒人の団体から抗議を受けたというふうな記事が出てきましたけれども、それについてどういうお考えですか？We figure right now that Color Purple has been seen in the United States by about 25 million people, and 24 people
out of 25 million protested that I perhaps should have been black because perhaps I should have been black and or someone else who is black should have directed the picture rather than me. And I certainly disagree and disregard those criticisms, because it's a movie about the human spirit. It's not really a movie about race at all. And I never, if I intended Color Purple to be a film about race, I would have withdrawn from the issue. I would not have directed the movie. Yeah, it was this protest group. It was an organization, a well-known organization. この映画はアメリカでは、2500万人の方が見ておりますけれども、その抗議をなさったのは、24人、もちろん結構そうですが、24人、本当に少数の特殊な、有名なグループであるそうです。その人たちが、抗議をしまして、彼が黒人の黒人だということを抗議したり、あるいは別の黒人の彼が取るべきだというふうに、そういった抗議をしたり。しかし、そういうことは全て無視する、ほとんどやらないようにして、全然こちらではもう、真剣に付き合う気持ちはございません。私は人間を描いたのでございまして、人種映画を作ったのではない。もし人種映画の私がそういった問題には、自分たち人間を描いた、スピリットを描いた映画だから描いたのでございまして、そういう競技の人はほんの少数の、しかも、そういった特殊なグループの人たちだと思います。はい、どうぞ。2つあります。1つはカラーパークのですね、原作を読まれまして、感動されたという、どこに感動されたんですね。もう1つは、カラーパークをするとですね、日本のファンの人に何か伝えたいのかな。Well, I think what really impressed me about the book was it was obviously told, the story was told by someone who had a great deal of passion about women and compassion about abused women and abused women. And I've always really wanted to make a woman's story. And I mean, I was raised in a house with 3 younger sisters, and I was raised with women. And no man would be presumptuous enough to say they have an understanding of women, and I'm not going to be the first to say that I think I understand women. I don't. But I have an affinity for women's stories and subjects like this. And even everybody else that I was a little crazy to jump into a story like this, I felt very comfortable at the very beginning after reading the book. 私、この原作のですね、女であることのパッション、女性に対する作者のパッション、それからまた非常にアビューズされた、見た目作られた女性への理解といいますか、そこら辺は非常に感動であるんです。で、私は、自分の育ちました家庭が、非常に女が3人兄弟、妹さんたちがいらっしゃいまして、非常に女の家庭で育ちまして、女に自分は知らないとは言わない、つまり非常に女のことを描く監督としては自分は非常に、そういう資格があるというふうに思っておりまして、でこのサブジェクト、取材というものを、描いたわけです。私はとてもこういったこのサブジェクトのそのテーマに関しまして非常に身近に、楽にカンフォタブルな、このものを感じておりまして、ある人はこんなものを原作を映画にするのは無茶と言いますけど、私は全然もう最初からですね、非常にカンフォタブルに溶け込んで作った映画になります。And the second question is, whenever I'm asked that question, which is a very valid, good question, I always try to duck it. その質問はいつも私は逃げている主人には嫌な質問でございますの何を言いたいかというですね。It's sort of like when you have a preview of a film that no one's seen yet, and you show them the ending first. それはですね、つまり見ていない映画の結末を見せたようなものをするということなんですね。だからとても嫌だ。はい、どうぞ。Careful, Kathy.
Well, what's interesting is that Frank and I actually started working with Steve about the same time. お二人は同じ頃からスティーブと組になって上手。And I feel that probably one of the most fulfilling aspects is that he gives us, I guess, the saying in the United States is, he gives us enough rope to hang ourselves. He gives us a lot of challenges, a lot of responsibility, recognizes our ideas, and we've gotten all very comfortable with one another. I think ultimately you have to feel passionate about what you're doing to put in the kind of hours that you do making movies, and certainly making the number of movies that we've attempted to make in the last few years. And so far it's been a fabulous experience. でスティーブ・バーク監督、一番そのフルフィーリングに満足しているといいますか、充実感がありますのは、彼がとってもそのチャレンジングな仕事をさせてくださる、責任をちゃんとくださる、それからアイディアをどんどん受け止めて取り上げてくださる。でしかも非常にカンファタブルなその環境の中で仕事をさせてくださるわけで、この数年間いろんな映画を作りましたけど、それに本当にパッションを打ち込めてその仕事ができる、そういった、お仕事をさせていただいて、本当にもう、ファビュラスといいますか、もう素晴らしい経験をしていらっしゃると思います。I totally agree. I think that what's wonderful is that Steven is secure enough in himself to allow us to be creative and be part of the creative process, which is something that's wonderful for a producer. You just have to deal with the money and the schedule. でほとんど今キャサリンさんのおっしゃったことにもほとんどもう全部同感しますけど、プラス、もうスティーブ・バーさんこれだけの大監督ですので、非常に席は非常にもう安定してらっしゃる方ですから、私たちにもどんどん参加させてくださると。でプロデューサーというのは普通お金とかスケジュールとかそういうところをいじるんですけれども、彼の場合にはそのクリエイティブなプロセスまで参加させてくださると、そこはとっても素晴らしいことで満足していました。 And I guess I'll add to that by saying that they don't, Kathy and Frank have never worked for me. I'm not their employer, I'm not their boss. We all work together. And by not being their bosses, they are allowed to make a lot of decisions, creative decisions that I possibly would never have thought of on my own, not just in business and the administration of the company, which Kathy and Frank administrate, but also on movies, in idea sessions, story meetings, and things like this. But Frank's had a lot of experience because he began with Orson Welles, producing for Orson Welles, and then he produced for Peter Bogdanovich for a long time. And then he came to work for George Lucas and myself, producing Raiders of the Lost Ark. And Kathleen comes from a very small town in Northern California, which you've never heard of, called Weaverville. And Kathy had always wanted to get into motion pictures, and she didn't quite know how, and so she came down to California and began working for John Milius. And she was John Milius' secretary, and then she had too many wonderful creative ideas that I guess John decided that he didn't want to use. Maybe they were pretty good ideas, I'm not sure, but so I grabbed Kathy from John. And Kathy worked with me for a while. Initially making tea and then making movies. この3人のご関係は彼が雇い主で2人が雇われている関係でございます。つまり彼はボス、いわゆる雇い主ではないので、非常にクリエイティブなデシジョンというものも、どんどんやっていただくし、また非常に驚くような自分も簡単につかないようなそういったクリエイティブな皆さんのアイディアを出してくださると。でもちろん会社の経営とかアドミニストレーションのこともそれプラスストーリーボードの会議とかクリエイティブなミーティングにどんどん出て新しいアイディアをくださいと。もちろん2人ともど
マーシャルさんの方は経験のありなるプロデューサーでございまして、彼はそもそもオーソン・ウェルズの映画のプロデューサーからこの世界に入りなくて、ピーター・ボグダノビッチと彼の後ろになって、それでルーカスのいわゆる失われたロースタートですね、あれで初めてルーカスさんとスピルバーグさんがそのマーシャルさんの知って一緒に仕事をして、それがきっかけでございます。それから、キャサリンさんの方は、彼女はそのカリフォルニアの小さな町のリバービルという、聞いたことないでしょうけど、ずっとしてるけども、そこで映画を好きですの映画にどうしても映画に入りたいということで、彼のロスに出てらっしゃいまして、初めジョン・ミリアンさんのところに秘書をなさっていらして、でとてもでも秘書では、もったいないぐらいいろんなアイデアを出したので、私はそのジョン・ミリアンさんに盗んで、私のところに来ていただいた。それで最初はティーを作って、お茶を作ってらっしゃるんだけど、今は映画を作ってらっしゃるという、そういうことです。このマーク・マーシャルさんと、それから、キャサリン・ケネディさん、こういった方々でまた素晴らしい作品が、作られることと思います。そろそろこの後も大変お忙しいスケジュールでございますので、予定の時間が参りましたので、記者会見の方はこの辺で終了させていただこうと思いますが、じゃあ最後に、はい。最近コンピューターでですね、白黒映画をカラー化するという傾向が非常にアメリカで増えておりまして、それで最近AFI の記者会見でもそれに反対する声明をスピルバーグさんはお出しになられて、白黒映画に色をつけることは白黒映画にカラーをつけて映画を再生することは難しいけれども破壊することはたやすいというような趣旨の発言をなさっていらっしゃいますけれども、そのことについてもう少し詳しくコメントしていただきたいと思います。Well, yes, I'm against it. I'm against it. I'm against it for a lot of reasons. And I won't bore you with all the reasons. Because I could be another hour talking about this. And then if I brought Martin Scorsese in, he would be here for 3 hours talking about it. 反対する理由がたくさんございまして、それにいたしまして1時間かかりまして、もしマーティン・スコセッシがここに来たら3時間かかるんです。 But I can tell you that if Orson Welles wanted to make Citizen Kane in color, he could have made it in color. It was an independent film. He could have made it in color. It was his decision. He got the money for the picture. He knew what he was doing. It is not the right or the privilege of this generation to rewrite Orson Welles' intentions and colorize his movies, or anyone's movies for that matter. Black and white was an artistic choice by a handful of very powerful filmmakers in the old days. And go ahead. ですね、例えば黒白のオーソン・ウェルズの市民権、あれはオーソン・ウェルズがもし彼がそうに決めていれば、時代カラーで作られたわけです。それを彼はあえて、そのお金もありながらあえて黒白で作ったわけです。でそういったああいった監督が自分の決定で作った黒白の映画を我々の世代がつまりカラー化するということは絶対に許されてない、そういう権利は投げられないと思います。で、ブラック&ホワイトの映画は非常に強力なパワフルなフィルムメーカーたちが自分のアーティスティックなチョイス、芸術的なチョイスとして作ったもの、それをいじくるということは絶対に許されてない。それが理由です。And I'll say one more thing about that. It's true that the majority of black and white films made in the 20s, 30s, and 40s were economical decisions that were made by studio heads because it was very expensive to shoot in color. Only certain films were allowed to be shot in color, but there were, like I said, a handful of filmmakers like Capra and Hawks and Ford and Wells and Hitchcock and a number of others, John Huston certainly, who had the choice. And they could either make a film in black and white or color. They were powerhouses in those days. Like Coppola, Scorsese, and LucasArts today. They could call their own decisions. And they chose to make a lot of their films in black and white. And it is impossible for me to conceive that a company might step in that now owns the negative of the picture, owns the rights to the movie, and turn it into color. The color's not even very good. It's not very good at all. So I hope this stops. 確かに黒白の中には20年代、30年代、40代の黒白映画の中にはお金がなくてカラーにできなかった映画ももちろんございます。そのスタジオの経済の的な関連で黒
年寄りとかものもございますけれども、ヒッチコックとかジョン・フォードとかヒューストンとかですね、そこら辺の大監督は彼らはもちろんすごい権力があったわけで、今のコッパルとかどっかの権利がありつつも、でもやっぱり彼らのチョイスでプロシを取ったわけです。で、そういうものを今映画会社がネガティブ持ってるからということで、それメガに色をつけているなんてことは絶対にしないわけでございまして、色がいいなともかくまた非常に色がまだ悪いと、そういうのがとても許せない。とにかく、スピルバーグ監督は反対であるということが言うわけです。それで、この記者会見の最後の質問が、カラーパートに関することでも、それから、エンパイア・オブ・ザ・サンに関することでもなくて、これがいいことなのか悪いことかちょっとわからないんですけれども、お二人いらっしゃるんですね。よろしいですか。はい、じゃあ、はい。Were there occasions during the shooting of the film of Color Purple where members of the cast would make some suggestions to you on how certain shots, certain things should be done? Since although you told us that you grew up with women, you're not a woman, you're not black. ですね、今のご質問は、このカラーパークの撮影中にスタッフとか、周りの方の意見でこうしたらいいんじゃないかっていうアイディアがあって、それを取り入れたということがありました。No, everybody, I mean, those who work with me know that I'm very open to suggestions, and any good suggestion I use, I use it. I jump on it. It's a good idea. And everyone in Color Purple, even the actresses and actors who hadn't ever acted before and were slightly intimidated by the experience of performing in front of the camera for the first time in their careers, had a lot of ideas emanating from their own experiences. I certainly don't presume to, like I said before, understand what it is like to be a woman, but I certainly was as open as anyone could be in a collaboration with the women of Color Purple. Well, I can add that Alice Walker was very, very involved, even at the scriptwriting stage. She attempted at one point to write a screenplay, found it was extraordinarily difficult, and then basically deferred to us to find a screenwriter. And Stephen worked very closely with Alice through that whole process. So it was very important. 今こちらの監督のことはですね、私は非常に他人の意見というのを多くでございます。それでいい意見があればもうジャンプそれにも飛びついて使うというそういうことでございますので、いつも誰か新しいアイデアをくださると。で特に今回はその俳優たちでもその素人さんでほとんどカメラの前で最初に演技をするというそういう大抵の方は非常に怖い経験をする。そういう中でも自分の経験からこうでないんですかとかあれなんですかその俳優さんが言ってくれると。でそれはもちろんその女性映画ということでその女性たちのことをよく聞いて、そこら辺のことも非常によくサジェストというものを受け入れて映画にしておりますと。でこのキャサリン・ケネディさんが付け加えました特にアリス・ウォーカー原作者のアリス・ウォーカーさんがとても協力するので最初はシナリオを書くとおっしゃったんですけど、映画のシナリオを書くのはとても難しくて結局でも別のライターを彼女の要求で使いましたけど、でもそのシナリオを書く段階ででもそのアリス・ウォーカーさんがその協力になってしてサジェストをやって先輩のさんなんですが、ストーリーどういうストーリーで、日本人がどういうふうにして出てくるか、撮影はいつ頃するのか教えてください。It would take too long to really tell the story. It's not like some of my movies that I can really tell you a story very quickly. You know, shark in ocean eats man. Men go after shark, hunt, kill shark. I mean, it's a very complicated subject. It really is. 物語はですね、その非常に簡単に言えない話でございまして、非常に難しいでございまして、サメが人を食う話とか、一言で言えないんですよ。人が半分戦うとか、そう言えない話でございまして、とても複雑で、ちょっとストーリーは申し訳ない。A story like Color Purple is also very complicated, and when I was asked about Color Purple, I had a very tough time also putting it together in a very few minutes. It's about so many things. An Empire of the Sun is about so many things. これもですね、非常に語りにくい話で、説明するのとても一言で全部困ったのなんですけど、今回はその作品とても一言では言えない映画です。複雑な内容を持った映画です。I apologize for not being able to really answer the question specifically. It's very hard. だからご勘弁いただきたいです。それで、これは
Very soon. January. そうでございます。1月にスタートする。あ、日本人の役が。Yes, very, very important. 公開いつもなんですかね。公開はいつもなんですか。Oh my goodness! Well, we're always about 5-6 months behind each other. Japan, United States, in releasing films, but I think nowadays they're releasing films in Tokyo almost the same day they're releasing pictures in the States. I think so. The possibility would be that you would see this picture December '87. That would be the earliest in the States as well as in Japan. で最近は日本とアメリカの方がほとんど同時ということが多いので、そうだとすれば、87年の12月、一番早くて87年の12月頃ではない